上田静人さん、当時28歳、爆心地から1.5キロ、横川駅で被爆しました。上田さんは東洋工業に勤めていました。8月6日の朝は田舎に食料を買い出しに行くため、駅で汽車を待っていました。広島駅で待ち合わせていた奥さんも被爆しました。原爆の瞬間っていうのはどんな様子でした？もうでそのバーンいうと音がしたんですよね。それきりもう家が帰らまして、じーんとこう沈んだような、もう頭を打たれてじーっと沈んだようで、飛ぶ中なんかようわからなんだんですが、ふっとこう目を覚めたら真っ暗がりの中でこう家の下ですけど、しかしね思うて、暗いけんは思うて、こうげんこつ固めて叩きよったらこう開きましてね、上が。でそこへこう瓦がずっとこうありましたから、それを向けてからその間から潜って出たんです。簡単に出られました？割り方簡単に開きました。屋根が落ちてきた？屋根がこうガサンといったもんですから、その根だの間入ったと思いますが、その板を叩いたらこう穴が開きました。ちょうど人間がどなるこなれ出られるぐらいの穴が開いたんです。周りの方は？周りの人がこう出てみればもう全部こう曇ってしもうて、肺の中入ったような。でも助けてくれ助けてくれいう声がしまして、でもう上の方からもう向こうのこっちの方ずっと火がボツボツ燃え出しました。で電信柱が下がってこう霧のようなんですけど、遠く見えんの、ゴミでこう、見えなんだ。家が倒れたんか何かしたんか土煙かなんか分かりませんが、もうバーッとなってしまうんですね。霧のように煙ってしまった。一瞬何が起こったと思いました？まあ僕は駅に爆弾を落としたんで思いました。これはもう駅を空襲したんじゃな思ったんです。ご一緒に並んでらした方々ってのはどうしました？あの人はほとんどみんなあこで下敷きになって死なれたんですからね。間の人がみんなあくらで、あっちを火を消してください、こっち火を消してくださいって子供抱いたままもう真っ裸であっちこっちなんですよ。声張り寄ったんです。ちょっと前の話に戻りますがね、煙ですか？ゴミと、煙となんでしょうね、一緒じゃろう思いますが、曇ってしまって霧みたいになったんです。霧の中入ったような。それ大体視界はどのぐらい？もう視界は10メートルぐらいは見えますが、そのぐらいしか見えないんです向こうも。もう火が燃え出してこう炎が見えるけ、そのぐらいだったんですね。霧の中入ったような気がします。ほとんど周りがどういう状態なのかっていうのはあんまりよくわからない。よくわからんの。もう火が燃えるので、もうほとんどもう運転手やなんかこうガクッとなってこう握ったままこうトラックが行っておりましたもん。でもおじさんこの何見て足がみんな何しとるんじゃ言うて、ああ大したことないって逃げよう言うて、そこのとこでもう子供がいっぱいおったんですね。おじさん見て言うて言うたらこのままみんなはげとったんですよ。ボロボロに裸になってこのみんなもう何です皮がはげてしまうて、ああこれは大したことないってもう逃げ言うてから言うたんですよ。それは大したことなかった？大したことはあるんですが、ない言うて僕が励まさにゃそのままで買っとったで食けよ思うたちが、いや大したことないこのせないもんがに切れられる言うて、おじさん見てもうみんなはげたみんな泣いとったね。肉がみんなこう見えるんです。それを山ほどおるもんですから、どんどん倒れるんです。行くのに弱いものはみんな倒れるんです。その上を越えてからずっと向こうで三滝の方に逃げたんです。上田さんご自身の怪我の方は？上田さんご自身の怪我は？僕のはなかったんです。怪我はないんです。それで全部この昔のシャツは木綿出てきたので真っ白いんで、それで巻きが巻いてシャツ一つもんですけど、その白いものにはもう原爆のおじゃのなんですよ、原爆が一つも何せんのです。でそのまま全然傷はなかった。
その時に一番印象的な記憶ってのはどんな記憶ですか？そうですの、夫人の人ですがの、その子供を抱いてから、あの日を消してください、この日を消してくださいってね、言われたんです。その時、婦人会の役員じゃろう思います。で、この人が、もうあの日を消してください、この日を消してくださいって叫ばれやったんです。あれだと逃げてんだけどダメじゃかない思うたんですよ。絶対、これ焼け死なれたと思います。で、僕は三滝の方に向けてずっと逃げていったんです。この中に上田さんはいないんですか？これは見たことをこう想像してね、書いたんです。火の勢いっていうのはもうすごかったんですか？ものすごかったんです。もうブワーブワーって来よったんですよ。で、ちょっと離れておりますけど、まだこっちも何だったんですが、相当の火だったんです。普通の火事とは。普通の火事とは想像つかん、もうあっちこっちも山ほど火がなってきました。ほとんどこういうふうな形で裸に近いような。ほとんど皆裸だったんですよ。これはまあ裸に書いてないんですが、こういうふうにして書いてありますが、大体みんな裸です。トタンやなんかみんな持ってから、トタンで下の方かかんだりして、みんな逃げていける。もう、ボロ切れじゃなんだような、ないですけどの、あくらに拾ったトタンだらなんだようなみんな下げてからみんな裸でかけるやった。で、この辺におる人はみんな裸だったんです。その裸の上へずっと人間がもう重なるよってからみんな、なんて言ってね。その後上田さんはどのようにして？駅からもう全部三択の方に向けて山へ逃げさえすりゃ山は何せんじゃろう思いまして、山へ向けて、ね、逃げた。山を全部燃えよったんです。燃えよったんですが、焼けの方へ向けて逃げて、でこう壁の方へ向けてこう逃げていった。その時にはもうほとんどの方が三滝の方に逃げました。もう三滝から全部壁の方に向けてみんな逃げやった。もう道路は満員だったんです。みんなだんだん逃げていく人が。上田さんのようにあまり傷つかない人ってのは少なかったですか？これ俺なんですの。僕が一番良かったと思います。傷ついたらなんだ。で、弁当なんか一個持っとったんですが、それもみんなこう袋で殻を取ったんですけど、カバンにも入れとったんですけど、で、弁当もそのままなんだ持って歩いた。橋はどうなってました？アスファルトそのままで暑いですよね。で、今日も僕はもう入っとったんですけど、他の人はみんな裸足ですけど、暑い暑い言うて言ったんですね。金庫を持って逃げる人もありました。よかったね、あんた金庫持って逃げよるね言うてから言うてはっきりやったんですよ。これだけは話されん言うて金庫持って逃げる人もおばあさんがおったんです。当時消防士の方が、消防活動するようなことはご覧になりました？いや全然もう消防の手つけられるんですけど活動する人は俺なんですよ。逃げるのもね必死です。で八木の方からもう何の方は人間がザーザーザーと逃げるのにもいっぱいだった。で途中に救護班いう人が出て、でも救護班の人が全部なんです。お茶出したり、それで医療何て幼児やら何やらみんな塗ってねやるようになって。行く道中で今印象的なことってのはどんなことですか？逃げる途中、逃げる途中今のここの吉岡の山形の豊平ですがね、もみそういうところですが、吉岡行ってね、娘の子女学校の子来たんがね、おじさんどこ行くの言うて言いますけど、わしは山形へ帰ろう思うんじゃいったら、私も山口だけ連れてって言うてね、泣くんですわ。そうすると、また次の子供が、2人ほど来ましてね、おじさん僕も山形行くんじゃ連れてって言うて言うもんですけど、あんたのが本当に怪我したらな、危ないなんだけ、そこで見てもらうさどう言うて言ったんです。そしたら、もう、初めは見てもらう言いよったんですが、おじさんのとこ行く言うて言いますけど、
山形へ観光はおじさんのとこ行くんじゃいて。で山形郡の戸川町にクリス家がね、もう親類があるんだが、だからそこへ行くいてもわからんけ。で結局おじさんのとこはついてくいて言うもんですから。まあでもおじさんのとこ行くいてうちのおばあさん一人だけどうもこうならんのじゃから。でまあ行くだけ行ってね、何しよう言うて逃げるな逃げにゃけんけ言うてなんです子供を連れてですね。それでもう無水を持っとったんですが腹が減ったいうもんですけど無水を食わして。で暑い暑い言うて言うもんですが足がもう朝かなわんで逃げられん言うて。だけどアスファルトの上ですけどな。じゃあもうわしが草履もろうちゃろう言うてあくらの農家行きまして、ね、草履もろうて2足3足ほどもろたんです。それで履かしてからで逃げ出したんです。それでそれからずっとそこら治療所がありますけどそこ行って見てもらおうてろう思うてそこ行きゃもうおじさんが逃げるけダメじゃないおじさんとこついてく言うて言うもんですけとうとう株間連れてった、ね、で株間連れてって壁で治療を受けさせてその時にわしが逃げたんですね。あここで逃げにゃんだもんだな思うて治療あんたりしよってわしがここで待ちよるけ言うたんですがそれがまあ治療してもらうにはどうもならんこのうちがいっぱい出てもう胸やけどしとるんですけどどうもならんけ思うてねで泣いちゃったんです。で一人の娘の子は何ですちょうど山形へ帰るけ言うて自動車があるもんですけどそれに祈り入れたんですけど「あわさんじゃあんたいにさい」でもその二人は治療するのを待っちゃったんですがこれはもう意見を持ってちょうど私行動に親類がありますけどで行動へ寄って一晩泊まろう思うたんです。で子供を二人も連れてって泊めてくれだなどうも泊まりに行けもうそのまま子供なんです何して子供に行ったんです。ということは子供さんを、まあ、見捨てた。見捨てたことになるんです。ちょうどこの子供がなんです。二人で連れてるこれこれが吉岡さんですよ。この二人の名前はクリス行く言うだけで名前を聞いたらんですね。でそれはでだってこう今八木沢の方向上がっていくところですから何したんですか。これが上田さんですね。これが僕で何したったカバンを持ってちょっとまあこれは若かったですけどでこれが吉岡の娘さんで女学校の草木先生だった。でこの人がこの子供の2人が今1年生か2年生ぐらいだろう思うんですが生きとってなら47、8ですか。まあ50にはまだなったらね思います。まあ、この人はちょっと多いかったけまあ54、50はないと思いますが、その子供さんがもう亡くなったかどうかっていうのは、それが分からんのですよね。だからその子供さんがクリスの方で戸川町の方へ行っちゃったかそれともまだ広島へ戻っとってか個人ども入って何しちゃったかはそこのところは分かりませんが生きとってならね大手からなんですよお詫びを言いたい思うんですがこの3人の人へねすまなんだ言うてから今でもお会いになりたいですか。やっぱり会いたいですの。この人だけは会いましたけどまあ中野さんは会うたんですけどのあれでよかったんですがこの3人の人へ会いたいですの。大手から断りたいいろいろの事情をね話してあげたいと思います。で子供さんだけおじさんについていったいことは覚えとってじゃ思います。おじさんとこ行こうおじさんとこ行く言うてからねこれもう本当に怪我しとったんですけどどうもこれだけ怪我しとるのを放ってからうちに連れて祈るわけにいかんねさん治療するいうこともできんですけど思うた。今そうしますと上田さんの一番の願いはこの3人にこの3人の人へ会うてお詫びを言いたいと思います。それはずっと思ってらっしゃいました。ずっと思っております。今もう40年になりますよの。なんとか言ってこの人へ会うことはできんかの思うていつでも思うんですよ。何かのきっかけはないかね思うてねこれを赤へ飾ったらこの人がこれは僕じゃ言うて来てもらえへんか思うたんですよ。そのためにこれを書いて出したんです。
で、この中野さんだけよう分かりましたね。この3人の人がまだ未だに分かりません。この10年の間にも全く消息は分かりませんでした。全く分かりません。原爆にあって上田さんの人生変わったっていうふうに考えますか？まあ変わったいうことなんですが、大体にこれは意地を張って平和のために尽くさないけんの思うたんですよね。今一生懸命家帰って、傷ついて寝取りましたが、起きていろいろなことをしてなんです。もう炭を焼いたり木を燃やしたりで土方に出たりで傘を売って歩いたり、魚を売ったりいろいろなことをしてやってきましたが、それがどうも田舎におって一反二反の田を作っとったんじゃこれはダメじゃ思いまして、で町に出てきて、でも今平和公園の方に立っておりますが、あれを大林組が建てたんですが、あの時の全部僕らが建てたんです。何をですか？ビールを建てたでしょ。記念館。記念館やら、あれらみんな僕らが大林組行きましたね。コンクリを全部練ってつついて建てたんです。それからあの頃には全部今の街路樹なんか全然なかったんです。後から植えたんです。家を建ってから後で植えてきました。それであっこをやりよって、それで今度は水道局出て土管を全部埋めたりしよりましたんです。でこの東洋へ向けてどうも東洋で日雇い雇うけどとこがある言われますけど、東洋行くか言うて安定所に言われたんです。で東洋行きます言うて、で東洋行って今度は臨時の人頼んでなんです。その臨時校にしてもらったんです。で香港になるで今までずっと終戦まで50年に満期になるまで20年間勤めさせてもらいました。その間いろいろ苦労もありましたが、いろいろな人がね幸せに暮らすことはな私はじゃ思いますけどね。こういう絵はもう描きたくはないですか？もう描いてなんするよりも話をするだけでいっぱいですが、なんですのこういう絵を描いてみんなに見てもらうのは絵ですが、あんまり気持ちがしません。